皆さんこんにちは、アンリです。今日はみずほフィナンシャルグループが AI エージェント開発を7割短縮するエージェントファクトリーを動かし始めた話、3メガバンクすべてが AI エージェントの量産フェーズに入ったという大きな転換点を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。最初に今日の動画の結論を3点先にお伝えしておきます。1つ目はみずほフィナンシャルグループが AI エージェント、つまり自分で考えて作業を進めてくれる AI を作る期間を従来比7割短縮し、量産運用の段階に入ったということ。2つ目はみぜメガバンクすべて、つまりみずほ、三菱 UFJ、三井住友の3社が今月2026年5月のうちに AI エージェントを大量生産するフェーズへ入ったということ。3つ目はこの流れは半年から1年でメガバンクから地方銀行へ、さらに皆さんの会社の事務職、経理、人事の現場へと必ず降りてくるということです。ここから本編で4つのセクションに分けてお伝えします。順番に行きます。第1セクション、みずほのエージェントファクトリーとは何かです。結論からお伝えします。エージェントファクトリーとは AI エージェントを1個ずつ手作りで作るのではなく、工場のように標準化された手順で大量に作る仕組みのことです。なぜみずほがこれを始めたのか、理由は3つあります。1つ目の理由は、銀行という業務は書類処理、本人確認、お客様対応、社内承認など AI エージェントに置き換えやすい作業の塊だからです。2つ目の理由は、金融機関にはお客様情報の保護や監査対応など厳しいガバナンスとセキュリティが求められるため、エージェントを1個ずつ場当たりで作ると安全基準を満たせなくなる恐れがあるからです。3つ目の理由は、AI 業界全体の流れが単発の便利ツールから業務全体を回す自立エージェントへ移っているからです。具体的にお伝えします。みずほは AI オリエンテッドアーキテクチャ、つまり AI を前提に組み直した設計の作法という独自の設計原則を打ち出しました。テンプレート、開発、運用、改善までを全部標準化したことで、これまで複雑な AI エージェント開発に何週間もかかっていたものを最短で数日に短縮しました。従来比7割短縮というのが今回の発表の中心的な数字です。ここまでをまとめます。第1セクションの結論は、みずほのエージェントファクトリーは銀行業務に必要な安全基準を守りながら AI エージェントを量産する仕組みであるということでした。第2セクション、3メガバンクすべてが量産フェーズへ入ったというお話です。結論からお伝えします。今月2026年5月の間に3メガバンクすべてが AI エージェントは作る段階から大量に動かす段階に入った宣言しました。理由は3つあります。1つ目の理由は、みずほがエージェントファクトリーで開発7割短縮を打ち出したこと。2つ目の理由は、三菱 UFJ 銀行が Google と組んで AI エージェント同士が取引や代金支払いを自動で進めるエージェンティックコマース、つまり自分で買い物まで完結させる AI の枠組みに踏み込んだこと。3つ目の理由は、三井住友フィナンシャルグループが3万人規模で動く AICO、 つまり経営者の目線で全体を見る AI を稼働させ、さらに魚 AI と組んで財務担当の CFO エージェント、つまり経理部長のような視点で数字を読む AI の開発まで始めたことです。具体例でお伝えします。皆さんの会社にも経理部長、財務担当、購買担当いますよね。3メガバンクが今進めているのは、その部長クラス1人分の判断業務を AI エージェントで肩代わりさせていく動きです。さらに横浜銀行は AI ボイスボットで電話応対を半分削減。メジ安田生命は3万6,000人分の準備時間を3割カットという横の連携も始まっています。金融 AI が日本中で大量生産される絵がいよいよ目に見える形になってきました。
ここまでをまとめます。第2セクションの結論は、3メガバンクすべてが AI エージェントを大量に走らせる段階に入った。これは地方銀行や皆さんの会社の事務部門にも必ず波及するということでした。第3セクション、なぜこれが皆さんサラリーマンの仕事に直接効くのかというお話です。結論からお伝えします。理由は、銀行の事務職向けに作られた AI エージェントはそのまま皆さんの会社の事務職にも降りてくるからです。理由は3つあります。1つ目の理由は、銀行のエージェントは本人確認、書類照合、社内承認、議事録作成といったどの会社にもある汎用的な業務に最適化されているからです。2つ目の理由は、3メガバンクは数十万人規模で従業員を抱えるため、ここで動いた仕組みは必ず中堅企業向け、中小企業向けへとパッケージ化されて販売されていくからです。3つ目の理由は、地方銀行や第二地方銀行が3メガの動きを追従するのは業界の歴史を見ても確実だからです。具体例でお伝えします。皆さんの会社で月末経費精算を集計して上司に承認を依頼して倫理を回すこの一連の流れ、平均で1人当たり何時間かかっているでしょうか。みずほのエージェントファクトリーで作られているのは、まさにこの請求書を読み内容を判断し承認を回すという業務を AI エージェントが半自動でこなす仕組みです。半年以内に皆さんの取引銀行から中小企業向けエージェント月額いくらでどうですかという提案が必ず来ます。これは皆さんの会社の経理担当の人数計画、倫理の運用、購買フローの設計、すべてに聞いてくる話です。ここまでをまとめます。第3セクションの結論は、銀行向けに磨かれた AI エージェントは半年から1年で皆さんの会社の事務部門にも降りてくるということでした。第4セクション、明日からの上司報告と部下マネジメントにどう使うかというお話です。結論からお伝えします。半年以内に皆さんの会社の役員会議で、うちの事務職を AI エージェントにどう置き換えるかが必ず議題に上ります。理由は3つあります。1つ目の理由は、経済産業省の最新の見通しで AI 普及により事務職で約440万人の余剰が示されたからです。2つ目の理由は、3メガバンクが今月揃って量産フェーズへ進んだことで、経営陣にとってうちはどうするのかが来期の人員計画説明資料に必須項目になるからです。3つ目の理由は、部下の事務職本人がニュースで3メガの動きを見て、自分の5年後はどうなるのかとすでに不安を抱え始めているからです。具体例でお伝えします。明日の朝、上司に報告してみてください。みずほが今月エージェントファクトリーで AI エージェント開発を7割短縮しました。3メガバンクすべてが量産フェーズに入っています。うちの部署でも半年以内に業務の棚卸しが必要です。この一言だけで皆さんは立派な部門方針の前履き、つまり上司の意思決定を一歩進める役割を果たしたことになります。部下との1対1の場面ではこう伝えてください。これは人を減らす話ではない。AI エージェントを部下のように使いこなせる人へとあなたの役割を作り変えていく話だ。これが管理職である皆さんが組織と部下の両方を守る一番重要な仕事になります。ここまでをまとめます。第4セクションの結論は、上司への報告と部下との1対1で AI エージェントの話を切り出すべき時期はまさに今であるということでした。最後に本日のまとめをお伝えします。一つ目、みずほのエージェントファクトリーが AI エージェント開発を7割短縮し量産フェーズに入りました。二つ目、3メガバンクすべてが今月のうちに量産フェーズへ移行しました。三つ目、この流れは半年から1年で皆さんの会社の事務部門にも必ず降りてきます。明日の朝、上司にこの3点を伝えるだけで皆さんはしゃあないで一歩前に出られます。
今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で